月半ばに韓国に行ってきました。1ヶ月も経たずに羽田に帰ってきました。幸せですね。今回は JAL で向かっていきます。チェックインもかなりスムーズでした。やっぱりキャセイのラウンジは素敵ですよね。キャセイディライトを飲んで飛行機を眺めて時間を待っていきます。さあ向かっていきましょう。はしゃいでますね。韓国は去年の9月ぶりですかね。行きはプレーコで向かっていきます。なんか JAL 久しぶりだったからか、こちらのお弁当タイプの機内食は初めてだったんですけど、ちょうどサイズが良くて良かったです。キンポからウーバーでホテルに向かっていきます。ホテルはモクシーソウルインサドンに泊まりました。チョンロサンガの4番出口すぐ上がったところにあるので、かなりアクセスは良かったです。モクシー初めて泊まったんですけど、レセプションが最上階は結構独特ですよね。お部屋は韓国の割には広いなという印象でした。シンプルで全然何にも困ることなかったです。このレトロな電話が可愛かったです。コーヒーとお水は毎日チャージされていました。他にも欲しければ2階のラウンジによるとお茶とかも用意されていました。シャワーとおトイレはシンプルな感じですごく使いやすかったです。ちゃんとガウンも用意されてるので良かったです。ウェルカムキャンディーもありました。ホテルに着いたのが10時過ぎだったんですけど、ちょっと散策に向かいます。インサドンめっちゃ栄えてます。これは金曜土曜がやばい予感です。なんかインサドンって静かなイメージだったんですけど、1本違うとこうも違うもんなんですね。インスタで見た上がキーホルダーになってるキティちゃんのペットボトルを探してたんですけど、どこにもなかったです。帰り2階に寄ってみました。2階がラウンジになっていて、コーヒーとかお茶、ウォーターサワーなどもありました。もちろんジムも、私はコンビニで買ってきたこの甘いジュースを飲んで寝ます。おはようございます。打って変わって静かな通りになっております。びっくりするぐらい暑いです。朝ごはんはスープを飲みに来ました。コムタン専門店ですかね。全然英語も通じなかったんですけど、とっても美味しかったです。朝9時半から焼酎とマッコリを引っ掛けてるグループがあって韓国を感じました。高速ターミナルに向かっていきます。最初は新世紀ファクトリーストアでお買い物をしていきたいと思います。あと10歳若かったらシリーズかわいいです。とっても暑いです。ほんとびっくりするぐらい暑いんですけど、5月なんでしょうか。本当に5月に来ることがあったら行ってみたいと思ってたソレアイランドに向かっています。この傘めっちゃいいですよね。日本にも欲しいですよね。暑いのでカフェで休憩していきたいと思います。ちょっと入り口分かりにくかったんですけど、眺めがとっても最高でした。コーヒーも美味しかったです。このエリア高そうですけど、すごい住みやすそうでした。噂のハンガンですよね。これがハンガンラーメンがあって、すごい感動してしまいました。みんな本当にラーメン食べてました。さあなんで来たかったかというと、この菜の花畑が5月満開だっていうのを見たことがあって来てみました。本当に満開でとっても綺麗です。菜の花をこんなに見たことがなくて知らなかったんですけど、菜の花ってすごくいい匂いなんですね。この青空とのコントラストがすごく綺麗でした。反対側、おじさんが釣りをしています。あの川で釣れた魚絶対食べれないですよね。でもちょいちょいいました。両側菜の花畑に包まれると本当にいい匂いですごく気分が良かったです。さあこの橋を渡って通りの方に出ていきたいと思います。もう直射日光日焼け万歳って感じです。ウーバーを捕まえてヨイドとかヨンドンポの方に向かっていきます。このロッテデパートの地下にある古着屋さんすごい良かったです。ゴンチャで L 頼んだらすんごいサイズが来ました。パンドラもゲットしました。これがタイムズスクエアです。途中なんか間違えた道通って女の子がバイバイされてるところを通ってしまいました。無印初めて来たんですけどすごい楽しくてこんなに爆買いをしてしまいました。お土産にします。アラビカの偽物でおなじみ豆の 10% のパーセントって書いてあるやつを頼んだんですよ。中身違うんですけど、もう大事件なんですけど、ほんと全然可愛くなくてテンションだだ下がりでございます。こちらが今日の戦利品です。ラルフローレンのドレスはロッテのその地下でゲットしました。
少しホテルで休憩して本殿にやってきました。6時半くらいなんですけど、結構明るいし、まだ26度あります。このメンズの洋服屋さんとても可愛いんですけど、店名がわからなくてGoogle マップにも載ってないんですけど、これすごく可愛いので、よかったら皆さん行ってみてください。コヨも行ってきました。アディダスの半袖ニットをゲットしてきました。本ではちょいちょいちっちゃい可愛いお店が多いですよね。さあ、今夜のディナーはチキンバーベキューです。新大久保で食べれないものを食べようということで、こちらに決めました。やり方を教えてもらえるんですけど、何回もひっくり返さなきゃいけないので結構大変なんですけど、びっくりするくらい美味しかったです。すっごい柔らかいんです。お肉好きにはぜひ行っていただきたいレストランですね。本で名物も見てきました。もちろんヘイティーに行きました。マンゴーココナッツのこれすっごい美味しいので、ほんと東京で飲めるようになってほしいです。オリアンはポケモンに侵されておりました。何にも買わなかったです。定番のコリアマートでもう少しお菓子をゲットしてきました。このプレッツェルのお菓子美味しかったです。ホテルに戻ってきて屋上でドリンクをいただきました。眺めはこんな感じです。ご覧の通り本当に賑やかで、もう金曜日の夜めっちゃうるさかったです。おはようございます。こちらはもう行ったことがあって大好きな天ジャンチゲのお店です。店内はもう日本人で溢れ返っていました。ほんとこの天ジャンチゲが美味しいんですよ。あっという間に平らげました。韓国で食べるスープと日本で食べるスープって同じ商品でも全然違いますよね。ホテルはこの4番出口出たとこすぐなのでめっちゃ便利でした。さあ、行ったことないところに行こうということでハンナムドンにやってきました。もう香港と同じで暑さで iPhone がやられていて Google マップが全然使えなくなっていて自力で来ました。リウム美術館にやってきました。18,000ウォンで入れて、一つエキシビジョンを選んで、あとフリースペースのところがついてくるっていう感じでした。なんかボッテガが協賛してるって感じだったので、よく調べずにこっちを選んだんですけど、全然ファッション感はなく、劣化版のチームラボみたいな感じですかね。やっぱアートって難しいですよね。こう芸術性が欠けているのかもしれないです。これ定点で撮ってたらめっちゃ男の子に見られて恥ずかしかったです。おじさんがいじってる 3D で美術品を見れるのがあるんですけど、これすごいいいですよね。このお椀の展示も素敵でした。でも何よりもこの階段が素敵でしたね。この階段はすごい綺麗だなと思いました。やっぱ日が入ってると虹色に照っていて、窓ついてるところとついてないところがあって、日の入り方がすごく素敵でした。結構圧巻で見応えがあるので踏み外さないように気をつけてください。上からも下からもすごく綺麗でした。3フロア無料のところがあって、そこの方が見応えありましたね。この5、6世紀のイヤリングもすごく素敵でした。絵とかは少ないですね。全部お椀系が多い、焼き物系が多い感じでした。毎度階段が可愛いの何なんでしょうか。外に出てカフェに向かっていきます。このデニムみんな履いてません？すごい韓国であれもこれもこれだなと思って、何なんだろうこのブランドと思ってたら広告も割と見ましたね。このカフェもすごい素敵でした。なんかあんま見てなくてチーズケーキ苦手だったのにチーズケーキ頼んでしまったんですけど、このクリームがすごい美味しくてレモンが爽やかですごく美味しかったです。お兄さんワンオペで心配になるぐらい途中で混んできてすごかったです。でも美味しかったです。最初にビーカーズですかね。こちらは最初にセレクトショップで検索してきたら出てきたところに行ってきました。こんな可愛いポストカードもあります。お皿とかがすごい可愛くて、触らないでって書いてあったの、値段はちょっとわからないんですけど、すごく可愛かったです。はい、お次はこちら、みんな好きそうな感じのおカバンでした。次、これは本当にいいです。ホームページ見てみてください。ミミゴッタミュージアムです。こちらはシルバーアクセサリーが多い感じで、お姉さんも結構多いんですけど、マジ仕様でした。
これ可愛かったですね。なんかこの雑多な感じがいいですよね。住んでる感じでした。ハンナムのお買い物めちゃくちゃ楽しい予感がしてます。アラフォーにもいいお店が結構あって楽しいです。お次はこちらです。これはまあ微妙って感じですかね。こちらは欲しいものがあったらすごいラッキーだと思います。おそらく本物です。これはわかんないんですけど、すっごい付け回されるので注意です。結局こちらに戻ってきてお買い物をしました。同じ商品だったんですけど、値段聞いたらここの方が安かったので戻ってきました。さあ、もう少しコーヒー飲めそうなので、もう一軒回っていきたいと思います。マルジェラのカフェです。日本にはまだないですよね。このケーキも可愛かったんですけど、ちょっとそのお腹はないので、お姉さんおすすめのコーヒーのムースを飲むことにしました。とっても美味しかったです。こちらは結構見応えがあるジュエリーショップでした。ここのお店すごい可愛かったんですけど、ほんとこのキャミソール欲しくて入ったんですけど、冷静に考えてアラフォーにきついって感じでした。ここはもう中国人だらけ。ブルースケアも一応記念に行っておこうかなということで行きましたが、グッズのショップとかはちょっと見当たらなくて、のんびりふらふらとしていました。ホテルに戻っていきます。ダンキンのジュースって美味しいですよね。もう暑くて帰ってきました。満足で、もうチョコがすごい、リッチ。ハンナムドン初めて行ったけどめっちゃ楽しかった。なんか気になるショップ全部入って、なんか土曜日だからローカルがいっぱいいて、韓国人だと思われたのかいっぱい韓国語で話しかけられたけど、よかったらお試しくださいねだけ韓国語で分かるようになりました。喋れないけど聞き取れるようになりました。インサドンの近くに泊まってる方はこのレモンマートってところが安くておすすめです。結構他のところよりもラーメンとかも安かったです。インサドンって私の中でこういうアーティーなイメージだったんですけど、泊まってみて結構変わりましたね。なんだかんだ毎回行くトンデムに向かっていきます。なんかお祭りみたいなのにかぶって昼間からすごい通行止めで人が多いです。もちろんこちらにやってきました。ノースフェイス見たりとか、いつも通り地下のショップを見て楽しんでいます。もちろん飲みましたよ。今年も夜でもまだこんなやってっていうか、多分夜が本番ですね。これはすごく綺麗でした。なんかチームに分かれているのか連なってパレードをしているような感じでした。ずっと通行止めしてて、なんか大丈夫なのかなっていうぐらいずっと長いこと歩いてるみたいですね。こちらはなんとソールドアウトでした。絶対美味しいですよね。次行った時にリベンジしたいと思います。ディナーはインサートの方に戻って食べることにしました。こちらに決めてチキンのお鍋を食べました。すごい辛かったですけど、明日はジョンジュに向かうので新幹線に乗るんですけど、お腹は大丈夫でしょうか。ジョンジュは後編の方でお届けしますので楽しみにしていてください。